こんばんは、フェマールでございます。今回はこちら福井県越前町の山中トンネル旧道を入っておこうと思っております。ここ左ですね、旧道になります。前回動画ですけども、私パジェロミニとはもうお別れしたわけなんですけども、それに代わりまして新しいニューマシンがやってまいりましたんで、その紹介とともに最近できた道の紹介も兼ねてやっていこうと思っております。では新しい車を紹介するにあたってふさわしいかなと思ってこういうハイトンネル前に来ましたけども、こちら山中隧道と申します。この先にもう難攻不落見えるんですけども、出口は見えるけどももう泥沼でとても通過できないようなトンネルでございます。その前で、ご紹介したいと思います。ではパジェロミニから変わりまして、これから先アクロ探索で活躍していただきますこちらの車になります。ジムニーになります。電光型になりますんでよろしくお願いします。今後こちらの車がまた傷だらけになります。かわいそうだけどこれはもう仕方ないと思ってください。本当に申し訳ないけどということで、これからこちらになりますんで、グレードとしては一番上のグレードになりますんですから、こういうドラミラーウインカーとかもありますし、でタイヤはもう速攻でもうこちらの方 MT タイヤにしました。今回横浜のジオランダ MT ですね、こちらになりました。前は東洋タイヤのオープンカントリーの AT プラスだったんです。あれも結構よく走ったんですけども、こういう泥とかのひどいとかになったらちょっと怖かったのがあったんで、今回はもうこちらの方にしました。この辺のインプレッションも後でしたいと思います。ゴツゴツですね。で何より決め手はこの横のサイドウォールにこういうデコボコがある、これが決め手でした。どうしてもサイドカットが一番怖いんで、こういう接地面で弱いところですからね。タイヤ以外はほぼノーマルでしか行きません。私リフトアップとかしませんので、純正派なんで純正の耐久性を重視しております。脱出用の牽引フックをちゃんとしたものに変えるのと、どうしても藪を入っていくといつも枝がバンバン叩き上げられてるんで、ここにブッシュワイヤーをつけようと思っております。もうこの林道を走行する時だけね、普段の時は外しますけど、それをつけるぐらいかなと思っております。正直私の行く道ぐらいやったらもうノーマルで十分やと思ってます。タイヤさえなんとかなればと思ってますし、このまま行くと思います。で色に関しては山で何かあった時にすぐ見つかれるようにっていう感じでこの黄色になっております。黄色と黒のツートンとなっております。でいつもの通り私はオートマでございます。オートマの方が私の方はアクセルワークに集中できるってんでオートマの方にしております。基本中古で買ってるんですけども、なかなか綺麗な個体でシートカバーもついてましてね、これ汚れやすいから僕としては助かるんですけどもね、ナビがナビが大きくていいですねあれは嬉しいです。で正直ね、ジムニー動画なんていくらでも出てると思うんで、紹介はざっくりしておきますけども、スペアタイヤは当然取りません。リア席に関しては今レスキュー道具とか入ってるとか箱と、あそこは探索用のリュックで、基本的に後ろは誰も乗らないと思うんで、ここに荷物置きぐらいにするぐらいですかね。ってぐらいですかね。あと今までパジェロミニでは県外遠征がとてもできなかった、4速 AT の3速しか入らなかったんでとても遠く行けなかったんですけども、今後県外とかのアクロ行くっていうことも考えまして、多少なりの車中泊できる仕様にはしようと思ってます。ガチの仕様にはしないんですけど、もうそのマット引いてフラットにして寝れるだけのことぐらいはしようかなと思ってます。それに関して上に木の枝が邪魔にならんぐらいのキャリアをつけて荷物を置くようにしようかなと思ってるぐらいの改造というか付属品つけるぐらいやと思いますね。パジェロミニからの変更点っていうか違和感を感じたのは、やっぱタイヤが1758015から16に変わった分でちょっと高くなってるんですね。で結構パジェロミニこれぐらいの高さだったと思うんですよ。でこれぐらい上がってるから、それだけでも戦闘力としては上がってると思います。それではジムニーの紹介も兼ねて動画作っていきますけども、今回の話題はものすごく広範囲な大ループの道になりましてね、それが面白いのと、それの旧道もあるんで、そのご紹介と、こんだけで終わるのはしょうがないんだけど、ただね、この左に怪しい脇道あるんで、ここ入ってみようか。しゃあないでしゃあないって言ったらいいけど、ここはどこ行くんでしょうかね。
ちょっと入ってみましょう、せっかくなんで。これは何でしょうね。でもちょっと、でも結構悪路ですね。ちょっと紹介がてら行きましょう。4区入れますね。じゃあまあそっちの話題はそこそこでいいや。ここでどこまで行けるか全く分かりませんけど行ってみましょう。で、私めこちらの車買うにあたってなんですけども、前の車なんでやめたかっていうと、一応走行はできたんですよ。ただ20年以上経った車で、なおかつもうトラブルが何が起こるかわからないっていうか、古いがゆえのトラブルが起こる可能性があったもので、そういったところでね、なんかトラブって帰れなくなるとか、そういったのが怖くて、その新しい車ということでこちらにさせてもらいました。なのでこのジムニーが戦闘力が上がったからといって決して今まで以上に無理するとかそういうことはしたくはないんですよ、正直なところ。あくまでも無事に帰れるとか無事に帰還できるとか、なんていうかな、軽く乗り越えられるようにするとか、そういう余裕を持った感じでこちらを買ったと思ってください。なのでパワーアップしてなんかもうすごいもっと道なき道を行こうとかっていう気ではないんですね。そこだけはご注意ください。で、この道はどこへ続いてるのか分かりません。でもダートじゃないんだよね。でもあんまりいい道じゃないねあまりいい道じゃございません。でタイヤに関してですね、前付けてた、AT タイヤも良かったんです。これぐらいの道なんでなんてこともなく行ってたんですけども、泥道に関してはちょっとやっぱり、あんまりよろしくないなと思ったんで、そこが怖くて MT タイヤにさせてもらいました。ですけど MT タイヤってなんかすげえうるせえと思ったんですけど、何のことはない。拍子抜けましたけども、スタッドレスタイヤになんか毛が生えたぐらいの音の大きさしかなかったんで、あれと思ってびっくりしました。その辺もまたね、普通のオンロード性能とかも言っていこうと思いますけども、で今回なんか今この道なんかは全然楽勝ですよね。全然ゴロゴロ行ってますね。この道ってどこ行くんだこれ。ところで行き先は分かりません。ただね、ゲート閉まってないし、特になんか立ち入り禁止とかも何も書いてなかったんで行かせてもらってますけども、なんでしょうね、割と整備されつつある林道ではあります。ただの林道だとは思うんですけど、林道っていうのが作業的な林業用の山仕事用の道なんでしょうね、これね。この辺で峠を越えた感じですね。でも舗装はされたりとかしてるんですね。ちなみにこれなんか機能あったのはヒルディセントコントロールやったっけ。いっぺん使ってみるか。初機能ヒルディセントコントロール。これぐらいの映像はごめんなさい。来た。おお、すげえ。おお。でもこれ別にいいやヒルディセントコントロールいいけど、ちゃんと止まってはくれますけど、なんか逆に怖いわ。機械任せってのは怖いところありますからね。逆に自分の能力があるかないかって言ったらどうかしちゃうんですけど、そっちの方針した方がまたなんかいいですよ。でもどこ行くんだろうこれ。でも下眼下池っぽいのがあると、なんか海かと思ったら海なわけだ。
でもカーナビ上ではそんななんかため池の表記はないんですけどね。ため池が左にありますね。なんじゃこれ。もうごめんな、こうなるからな。悪いけどごめんな。本当に今後も申し訳ないけど、これを気にしてたらもうね、撮影ならんのですよ、正直なとこ。だからここはもう本当にもうかわいそうとかって思いますよ、思うしけど、仕事なんでごめんね。本当前のパジェルミニちゃんも本当にもうこれで傷だらけになっちゃいましたからね。でも愛着がないわけじゃないからね、ホーダーケアちょっと思っていてください。なんだここは。どこへつながんのこれ。でもこれなんかカーナビで見るとなんかまた国道365に戻ってるような感じじゃないか。なんか右に貯水タンクありますね。あ、そっか、このぐらい ABS あったんだね。そういう前のパジェルミニは ABS なかったですか。まあ MT タイヤの恩恵か、まあこの程度の道やからっていうのはあるんですけど、全然何の苦もなく余裕しゃくしゃくですね。そして目の前に軽石ありますけども、まあ、これもなんかあまり気にはしますけど、前ほどは思わないかなと。あ、ここで行き止まりなんだ。梅浦排水地ってとこへ来るための道でもあったそうです。いっぺん置いてみましょうか。こちらへ向かうと海が見えておりますね。ただ道がここから先あるわけではないみたいですね。あ、道があるかな。これ道だな。じゃあここ分岐点みたいな感じであるんですけど、どうなんだろうな、通り抜けれるのかな。国道365に関してはね、結構平行的にあるんですよ。結構ぬかるみでしたね今。マット様が役に立つ感じでしたね。よいしょ。結構ここガタガタやね。でもここ結構ぬかるみなんですけど、トラクションやっぱありますね。ぐいぐいと入ってきます。どうじゃろう、これでもないんかな。どうかな、道なのかな。道としては成立してんな。誰も通ってない感じですけどどうなんだろう、これは一応道だね。でもかなり荒れてんなこれ。これはこれはひどいな。これは切らないといけないね。まあ死んでる木を切らせてもらいました。まあ生きてる木はね切ると悪いんで、なんか山の所有者さんがいるとあるので、ごめんよ、いきなりこんな洗礼で申し訳ないけどごめんな。申し訳ないけど洗礼で申し訳ないんやけどごめんなさいね。今後こういうことばっかりになりますからね。この石はちょっと出札も当たるかな、さすがに。当たらない。どうじゃろうねこれ。いけんのかなこれ。ガッタンガッタンですね。でもトラクション性能はいいわやっぱ。でも倒木か。
無理かなこれ。この先はもう崩れてますね。でも正直このぐらいでもいける感じですよね。あの車行かないけどさ。でも屋根とかは見えてるんですよ。だから割とつながってんのかねこれ。でも道としては続いてんのかなこれ。ここから平坦、ここ終端か。ここはもう道じゃないね。こうやって木が生えてるとこ見ると、もうこれは道としては成立してないですね。かなり昔やったらあったんかもしれないけど、崩れてなんとも言えないな。でもなんか道の線形にも見えるな。どうかな。これはここは崩落してる。ああやって作ったとこ見るとやっぱ道としてあって資材を持ってきたいと思うんですよね。砂防ダム的な、砂防ダムやったんかもしれんねこれ。分からんけどね、二段構えになってるから。でもここが行き止まりっぽいね。もともとは何かあったんかもしれないけど、もうこの状況ですから使われてない道にはなったのと、古地図は見てみますけど多分何もないと思いますよ。ここは位置関係でいうとこちらが360号線の県道ですね。でこの並行したところにあります。なんで多分昔はなんかつながってたんかもしれないですね。バックで行きましょう。上り勾配。トラクションすげえな。ということでまず洗礼を受けましたね。ジムニーさんごめんね。でもこういう撮影しかしないから今後ともごめんなさいけどよろしくお願いします。さっそうと傷がつきましたね。仕方ないよ。またほどほどまた傷ついたらまた磨きますんで。かわいそうだけどごめんね。でもそういう取れちゃってるここ取れちゃったここっていうことになりますんで、タイヤも結局この辺まで使ってるぐらいですから、この泥を使ったんですけど、この横のかき出すっていうのも威力もあったんですよねこれね。では今後ジムニーとともに私また同じようなことをしてまいりますんでよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価のボタンとかありましたら押しておいてください。では今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。